この文字盤もかっこいいですよね。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。やってまいりました。アマズフィットの新作ですね。先日グローバル発表されたばかりの製品になりますが、ここ日本においてもね、発売されることになりました。その名もアマズフィットチーターというモデルをご紹介していきたいと思います。ちなみにですね、このチーターの他にもう一つね、チータープロというモデルがあるんですが、今回はこちらをね、ゼップヘルスコーポレーション様から送っていただいたものになります。ライバルがたくさんありますね。ガーミンだったり、ファーウェイだったり、いろんなメーカーが出しているんですけども、アマズフィットシリーズでもいよいよランニングに特化したモデルが出てきました。というわけで早速本日も行ってみましょう。では主な特徴をご紹介していきたいと思います。まずこちらのモデルは先ほどもお伝えしましたが、2つのモデルが存在していまして、もう1つ上がプロですね。チータープロというモデルがあります。そしてこのディスプレイのサイズになりますけども、1.39 インチのアモレットディスプレイとなっています。そしてこの材質ですね。これは繊維強化ポリマーになっています。プロモデルはチタン合金になっているんですけどね、こちらは繊維強化ポリマーということで、若干でもね、やっぱり軽量になっているという感じですね。そしてこのバンドになりますけど、これはシリコンバンドになっています。そしてバッテリーの持ちになりますね。ここすごい気になるところですけども、通常使用であれば2週間ほどになっています。そしてバッテリーの容量は 440mAh となかなかの大容量バッテリーとなっています。充電時間は理論上約2時間となっています。そしてね、プロモデルと大きな違いの一つにはなりますけども、音楽保存をすることができます。音楽保存したものに関しては、このモデルはスピーカーは搭載されておらず、Bluetooth 経由でイヤホンなどでペアリングすることによって音楽を聴くことができます。その部分に関しましてプロモデルは内蔵スピーカーからも音を出すことができますが、Bluetooth 経由でワイヤレスイヤホンとペアリングすればこれでも十分なのかなと思います。そして各種センサーになりますが、バイオトラッカー PPG 生体認証センサーを搭載していまして、心拍数やストレス測定、また血中酸素などの測定、もちろん睡眠モニタリングもすることができます。そしてその他の目立ったセンサーとしましては、気圧計、高度計がしっかり搭載されています。また周囲光センサーもついていますので、環境に合わせた明るさ調整を自動でやってくれますね。自動調光機能もついているわけですね。そして Bluetooth の規格は 5.3 となっていて、しっかり最新規格に対応していますので、接続性とかね、省エネ性能というのは非常に高くなっています。またワークアウトはですね、150種類以上に対応ということですね。厳密に言うならば、スペックを見ますとね、156種類ということで、めちゃめちゃ多くなっていますね。ということで、ほとんどの方がされるスポーツにほぼほぼ対応してるんじゃないかなと思います。個人的には屋外ウォーキング、また屋内サイクリングですね。そして筋力トレーニングなど、そのあたり対応していれば十分になっているので、もう全然個人的には申し分ないスペックになっています。というわけでね、ざっと主な特徴をご紹介しましたが、開封の方をやっていきたいと思います。出てきました。ブレイキングリミットね、アマゾフィットのキャッチコピーになりますが、かっこいいですね。パッケージ内容になりますが、まずこちらの本体そのものになります。そして専用の充電ケーブルが同梱されています。箱から出してみましたけども、こういった形状になっています。アマゾフィットシリーズでよくあるタイプになりますね。そして簡単ではありますが、ユーザーガイドになりまして、日本語に対応したものが入っています。というわけで外観を見ていきたいと思います。これ見た感じよりも相当ね軽いかなという気はします。そしてやっぱねこの穴あきベルトを見てみますと、これは本当に軽量なんじゃないかなと思いますし、しかもめちゃめちゃ通気性も良さそうですね。まずこれを剥がしていきたいと思います。アモレットディスプレイになりますけどもね、こんな感じで反射しています。そしてパッと見の印象としましては、こちらにデジタルクラウンですね、リューズがついていまして、このように回転するタイプになっています。さらにこういった感じで押すこともできます。また下側にもね、このバックと書いてある部分になりますが、こういったね、サイドボタンがついています。そしてこちらにおそらくマイク穴と思われるものもついています。そして反対側には何もついていません。そして下部、そして上部になりますね。こちらにも何もありませんね。しかしながらこの形状を見ていただきますと、6種の電波を正確に受信するためにこういったデザインになるっていうのは必然なのかもしれません。そして背面になりますが、こういった感じになりますね。そしてこちらの方にセンサーがついていますが、剥がしてみたいと思います。こちらにバイオトラッカー PPG センサーが搭載されています。ではバンドの方を見ていきたいと思いますが、この穴あきタイプね、
非常に通気性が良さそうだなっていうのをまず最初に思います。そして Amazfit のロゴがついて、しかもこのループがですね、2つついていました。で、さらにこのバックルの部分ですけども、何の素材かはわかりませんが、しっかりね、ベルト止めがついています。2つついているタイプですね。そしてね、背面を見ていただくとクイックリリースタイプになっていますので、取り外しに関してはね、楽になっていると思います。ちょっとね、外してみたいと思います。はい、簡単に外れました。そしてこのバンドの幅になりますが、見ていただくと分かりますように 22mm 幅となっています。というわけで 20mm と 22mm 多いんですけども、大きめの方になっていました。そしてバンドはシリコンバンドっていうことなんですが、なんかこうプルプルしてる素材になっていまして、本当にこう肌触りはいいんですけども、めちゃめちゃ柔らかさ、柔軟さを感じます。では重さの方を測ってみたいと思います。こちらの軽量であればバンド込みの重さで 46.7g となりました。というわけで電源の方を入れて、これからペアリングの方をしてみたいと思います。ブルッと震えましたね。ここで電源を入れる形になります。Amazfit と出てきましたが、かっこいいですね。というわけでシステム言語をね、しっかり日本語にも対応しています。これからね、初期設定を進めていきたいと思いますが、その後しばらく使った後にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。あれからですね、何日か使ってみた上でのファーストインプレッションということになりますけども、主に良かった点について取り上げていきたいと思います。ではまず最初に良かった点になりますが、それは Amazfit Cheetah の動作感になります。まず上から下にスワイプしますと、このようにコントロールパネルが出てきますが、非常にね、このように滑らかな動きになっていることがわかります。そしてこちらのボタンを押しますとアプリ一覧が出てきますね。このようにめちゃめちゃ滑らかな動きになっています。全く引っかかりはありませんね。かなり性能が上がっているんじゃないかなということがよくわかります。そして設定項目に入っていきたいと思いますが、やはりね、同じように非常にスムーズな動きになっています。ちなみにしっかり技的も取れています。ホームから左にこのモーニングアップデートっていうのが朝ね、表示されるようにしてあるんですけど、今現在ね、晴れ28度、電池の残量 49%、睡眠7時間34分、昨日獲得しました PAI ですね。このような情報も出ています。そしてホーム画面からこのように下から上にスワイプしますとショートカット機能が表示されるようになっていまして、よく使う機能をね、こちらの方に割り振りますとめちゃめちゃアクセスがしやすくなりますね。例えば Amazon の音声アシスタント一番上に持ってきていますが、このように今接続してありますけどね、タイマー10秒ということでタイマーを音声でセットすることもできます。今タイマー10秒が終わりました。動作自体がめちゃめちゃね、快適なんですね。このようにアクセスしやすいのもそうですし、しかもこの動きがめちゃめちゃ良好ですので、全く使用する上で不安定さやもっさりしてるなっていうのが全く感じることはありません。そして次に良かった点は、こちらのね、デザインそのものになります。近くでね、見ていただきますと、こんな感じのデザインになっていまして、今文字盤はこのボディのカラーリングに合わせた文字盤に今変更してありますけども、トータルでめちゃめちゃね、こうスポーティーな感じが醸し出されていて、個人的にはかなり好きなタイプになっています。ただですね、ボディ自体は金属を使っているわけではありませんので、ちょっとね、高級感っていうのは欠けるかもしれませんけど、スポーティーさっていうのは本当によく出ていますね。蛍光のイエローと、そして文字盤のこのイエローもそうですし、ここのね、バックっていうのとセレクトっていうこのボタンのこの部分ですね、蛍光イエローで塗装されているんですけども、この辺もね、やっぱりスポーティーさというか、おしゃれな感じを醸し出してるなと思います。高級感自体っていうのはありませんけども、屋外でワークアウトする分にはすごくデザイン的に合ってるんじゃないかなと思います。そしてこのように平置きしてみましたが、本当にね、スポーティーなね、感じになりますね。ということで、このデザインっていうのはね、日常的に使う分にもすごくいいんじゃないかなと思いました。ただこのバンド自体がですね、通気性が良くて穴開きタイプになりますけども、この遊郭自体の動きが滑らかでないっていうのは少しね、気になるところではありますが、バンド交換したりして自分の好みのものに変更してカスタマイズするのもいいんじゃないかなと思いました。そして次の点になりますが、それはですね、この文字盤がバリエーション意外と多くてですね、おすすめできる文字盤が多いんじゃないかなと思いました。今お見せしていますこの文字盤も純正のタイプになりまして、このボディとね、先ほどもお伝えしましたように非常に合っていますね。そして長押ししまして、今インストールしていますのが、こういった文字盤もあります。これもかっこいいんですよね。このシルバーのベゼルに対して、このアナログ時計タイプもめちゃめちゃ合いますね。
そしてね、こちらの文字盤もインストールしているんですけども、これもね、高機能の文字盤になっていまして、細かい文字が多いんですけども、必要な情報を一目で確認することができるタイプで、かっこいいなと思います。そして、しかもデジタル時計に対して、この秒数表示もね、リアルタイムで表示できるようになっているのも、めちゃめちゃ使い勝手がいいんじゃないかなと思います。さらにインストールしていますのがこちらの文字盤になりまして、通常の時計のデジタル時計っぽくなっているんですけども、これもなかなかいいなと思います。こちらの上の部分にハートレートとありまして、心拍数がグラフで表示されていますね。このあたりもね、心拍数を常に把握しておきたい方にとって、こういった文字盤も使い勝手いいんじゃないかなと思います。そしてね、有名なこういった文字盤もありますね。Amazfit 独特のこのようなデザインになっていますけども、こういったね、アニメーションを表示してくれるものも入っています。さらにインストールしているものはこういったものもありまして、このね、文字盤の特徴はこの Go とありますけども、これタップしますと、屋外ランニングにいきなりアクセスできるようになっています。そしてこのモデルのモチーフになっています、この文字盤になりますが、これも高機能になっていると思います。特に今表示されていませんが、このキロメートルの部分ありますね。移動距離の部分だったりとか、ランニングなどされる方にとって非常に便利な文字盤になってるんじゃないかなと思います。しかもこの Go とありますけども、このようにね、屋外ランニングに簡単にアクセスできるようになっています。この辺の使い勝手はですね、実はこのセレクトボタン長押しすると、ワークアウトのスポーツモードに簡単に飛べるようにするっていうこともできますけども、この文字盤自体からアクセスできるっていうのはもっともっと便利じゃないかなと思います。ということでですね、文字盤がいわゆる使えるものですね、デザイン性が良くて、しかも高機能っていうことで、なかなかバリエーションが多くて、すごくいいなと思いました。ただ個人的にはね、このタイプを今使っていまして、蛍光イエローに対して文字盤もイエローを使っているので、トータルで非常に合ってるんじゃないかなと思いましてね、今メインで使っています。ちなみに AOD のデザインは私が使っていますこちらのタイプですね。そしてこういったタイプもあります。またね、こういったアナログタイプのものもあります。さらにこういったタイプもあります。そしてこういったね、アナログタイプもありますので、使うね、AOD の文字盤によって、だいぶ消費電力っていうのが変わるんじゃないかなと思います。ちなみにこういった文字盤のね、AOD 普段使いができますけど、これもね、なかなかスポーティーですよね。蛍光イエローに対してブルーの方にね、中心に色が変わっていきますけど、この文字盤もかっこいいですよね。ということで、文字盤のデザイン性が非常に優れていて、使えるものが多いということで、なかなか良かったなと思います。そして次に良かった点は、やはり Amazfit だけありまして、これまでのモデルと同様にカスタマイズ性が非常に高いという点を挙げたいと思います。こちらは Android 版の ZEP アプリになりまして、今ペアリングしてある状態になっています。カスタマイズ性っていうのはですね、例えばこのスマートウォッチの設定っていうところを見ていただきますと、このような項目が表示されまして、例えばコントロールセンターを編集っていうのをタップしますと、懐中時計 DND モード、画面常時点灯とかって言って、いろんな項目が出てきます。これ何かっていうと、この部分ですね。これを順番を入れ替えたりカスタマイズすることができたりします。これね、やっぱり使い勝手大きく変わりますので、ここをね、変更できるっていうのはすごく便利ですね。また先ほどご紹介したように、この上のボタンありますが、この上のボタンを長押しっていうのがあります。これを押しますと、長押しした時にどの機能を起動させるかということになります。今は運動ですね、ワークアウトを起動できるようにしてありまして、長押しするとね、自分のよく使う項目を表示するようにしてあります。例えば、この Amazon の音声アシスタントを選ぶことによって、もっと使い勝手がパワーアップします。はい。こんな感じで変更できます。ということでね、よく使う方にとっては、これにしといた方がいいんじゃないかなと思います。そして、この下のボタンもありますね。バックボタンがありますが、この下のボタンを押すっていうところを見てみますと、今カウントダウンということで、いわゆるタイマーを設定してあります。はい、簡単にね、タイマーにアクセスできます。このように自分のよく使う項目をこのチータの中に入っている機能から選ぶことができますので、本当にね、使い勝手が爆上がりじゃないかなと思いました。これはね、このチータだけにのみならず Amazfit シリーズはこういった感じで結構カスタマイズ性が高いので、こういったものを機能をつけてくれてるっていうのはすごくいいなと思います。これ以外にもカスタマイズ性っていうのはめちゃめちゃ高いですね。アプリ一覧の管理やショートカットカードっていうのもありますので、ここからこのように表示される部分を、ここの部分をカスタマイズすることができます。そしてアプリ一覧の管理がありますが、
1回押した時に表示されるこのアプリリストですね。この並び方や表示するかしないかっていうのをね、設定項目を変えることができます。このあたりのカスタマイズ性っていうのは他のメーカーと比べて群を抜いて便利になっていますので、この Amazfit っていうのはね、ここ大きな特徴じゃないかなと思います。そして次にご紹介しますのは歩数計の精度になります。これは毎度様々なスマートウォッチで検証しているんですけど、やはりね、ランニング特化モデルっていうことありまして、精度は抜群でした。今ね、表示していますこの表は1キロの直線を私が人力で歩数をカウントしたものの数字が黄色の部分になっています。2回テストしていますね。そしてその左側にありますのが歩数センサーとありますが、Amazfit Cheetah が測定した1キロの歩数のカウントになります。その表の一覧になっているわけですね。で、その1回目のまずデータを見てみますと、この歩数データは1376歩と出ていまして、私がカウントした人力でカウントしたものは1370歩ということで、歩数の差が6歩だったんですね。誤差は 0.4% となりました。2回目のね、上の部分になりますけど、歩数センサーは1386歩ですね。そして私がカウントした人力計測は1380歩ということで、先ほどと同じように6歩の差になって、誤差は 0.4% と全く一緒になりました。このあたりの数値がチーターの実力ということになりますね。1キロで6歩の差っていうのは、ほぼ誤差と言っても過言ではないかなと思います。ということで、日常使いの歩数計として、万歩計としてね、使いたい方にとってもいいんじゃないかなと思います。そして最後にね、ご紹介した良かった点は、それはバッテリーの持ちになりますけども、今現在は検証する時間がちょっとね、短いっていうのもありまして、AOD を使った時のバッテリー持ちについてのみ検証させていただいています。ちょっとね、見づらいかもしれませんが、今 AOD をオンにしてある状態になっていますね。この状態ですね、このスマートウォッチ自体に自動でお任せをして AOD をオンにしてある状態で検証をしました。ということで、どれぐらいの数値になったかと言いますと、こちらにね、そのデータを表示してあります。まず日数のところですね。0日とありますが、これは開始時点の午前11時に満充電の状態でスタートしました。屋外ウォーキングを45分行いまして、24時間経った残量が 85% になりまして、前日差は 15% となっています。そして2日経過した時点の11時になりますが、これは屋外ウォーキングやらずに屋内のサイクリングを行いました。残量が 69%、前日差は 16% と GPS を使っていないにもかかわらずバッテリーが減りが多かったなと思います。そして3日目になりますが、屋外ウォーキングを45分行いまして、残量が 54% となりました。前日差は 15% ですね。ということで、だいたい平均を見ますと、なんだかんだで1日あたり 15% ほど減っていくなという感じですね。ということで、この結果 AOD を使っても6日から7日ぐらい持つんじゃないかなということが推定されます。1週間弱っていうふうに思っていただいてもいいんじゃないかなということですね。一昔前はこういった AOD を使うと1日2日で本当に終わってしまうっていうのが多かったんですけど、ここに来てバッテリーの持ちがね、飛躍的に変わりましたね。ちなみにこちらの AOD を使った場合になりますので、それ以外の AOD ではちょっとね、消費がもしかしたら増えてしまうかもしれませんし、減るものもあるかもしれませんので、あくまでもこの AOD の文字盤を使った場合になるということで、そのあたりはご了承ください。はい。というわけで今回 Amazfit Cheetah というね、ランニング特化モデルのスマートウォッチをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。細かなスペックに関しましては、以前出しましたね、こちらの動画の方で、プロモデルの方のね、解説にはなりますが、プロモデルとこの Cheetah のモデルとの違いについてご紹介しています。そして動画の中ではですね、この Cheetah に関してはラウンドというモデルでご紹介していますが、ラウンドという名称が取れたということになりまして、このモデルはあくまで Amazfit Cheetah というモデルになりました。というわけでこちらAmazfit Cheetahめちゃめちゃスポーティーでランニングに特化しているとはいえ、個人的には普段使いでも全然いいんじゃないかなと思いました。ランニングされる方にとってもその機能っていうのは充実しているんですけども、個人的にはランニングはしないっていうことでちょっと持ち腐されてしまう部分はあるかもしれませんが、普段使いでこの夏使っていきたいなというふうにも思いました。動作感もめちゃめちゃサクサクでヌルヌルで、そしてカスタマイズ性も高くて Google Fit と連携することもできます。データのバックアップっていうのもしっかりできます。ということで、このモデル気になった方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ詳細の方をご覧いただければと思います。この動画良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。